はい、どうも、ジャルです。それでは、今日は特別バージョンということで、土曜日ですが、エボに配信をやっていこうと思います。よろしくお願いします。で、先にね、そう、この今出てきたけど、ちょっとイベントがね、始まったので、今日はこのイベント周りのね、大型イベントの、これだ、リングウォー、この話をやっていこうと思いますと。で、そう、これね、なんか、いつも通りですね、なんか定期的に来る、なんか、ごちゃごちゃしてるイベントなので、この話をね、早めにしとかないと火曜日じゃ遅いかなということで、やっていきます。で、土曜日に配信することもあり、ちょっとね、来週の火曜日は一旦ちょっとスライドして、来週は木曜日に配信しようかなと思ってます。火曜じゃなくてね、木曜日配信の予定していて、木曜日にすることで、同盟総動員のね、同盟総動員が、1シーズン、4週間で1シーズンっぽいんですけど、その4週間がね、終わる一番ラストの日なので、結果をね、見ていくっていうのをやっていこうかなと思っていますということで、はい、ちょっとね、変則になりますんで、よろしくお願いしますというところをお伝えしたところで、さて、大型イベントの話もあるんですけど、これね、みんな大好き、カーニバルリターン来ましたね。そう、そろそろね、同時還元のタイミングだなと思っていたんですよ。今週のね、火曜日の配信でもお伝えしたんですけれども、大体ね、4ヶ月に1回来てるんです。一番最初に来たのが8月。で、その次に来たのが12月ということで、4月に来るかなと思ってたんですけど、予想通りですね、今回は。はい、同時還元が来ましたよということで、資源の、消費還元とスピードアップの消費還元が、今回は、ありますということで、ちょっとね、12月に続いて、ちょっときつめなね、同時還元ですよね。一番最初の時って、スピードアップ、資源、同時スピードアップみたいな感じだったんですけど、12月と今回は同じで、資源、同時資源なので、その資源をね、めちゃんこ必要になるということで、私、計画では、前回ね、全部の 10B 達成して、その次は 20B を達成しようかなと思ったんですけど、さすがに連続は無理なので、えー、前回 10B 達成して、今回も 10B 達成して、かつ、再来週のね、5月3日からまた資源の消費還元来るんですけど、そこでも 10B 達成するみたいな感じで、連続でね、10B 達成を目指していきたいなと思ってやっていきますと。はい、ということで、はい、このね、カーニバルリターン期間中は建設がめちゃくちゃしやすいですと。はい、作っては建設スピードアップし、作っては建設スピードアップしってやっていけるんで、はい、これね、おすすめは、ね、こういう資源還元とかのね、やりやすいタイミングかなと思うので、はい、私は、はい、建設ラッシュで頑張っていくんですけど、この K37 の白ができた瞬間に生産施設をやりまくろうかなというふうにちょっと思っている感じがしてます。あひかさん、こんじゃるは RSS 足りません。いや、ほんとそう。こんなね、連続で来ちゃうとね、そう、資源がね、ストックするタイミングがないですよね。結構大変で。多分、結構ヒーヒー言いながらね、やることになりそうな感じがしているので、今回乗り切っても、その次に、またね、5月3からの消費還元 10B やれるかなっていうのは結構ね、不安で、しっかりやっていきたいなって感じがしてます。はい。ということでね、ラリーもね、今ちょっと頑張って参加をしている感じですね。はい。ということで、じゃあ、このリングウォーの、ところをね、ちょっと話をしていこうかなと思います。これ以外にもね、いろいろ来てるんで、ちょっと、話をしていきたいなと思ってるんですけど、まずね、このリングウォーという新しいイベントがね、昨日、
のリセット後来ましたと。で、金曜日のリセット前に、あれ画像変わったじゃないですか、起動時の画像。今まではね、ナポレオンがさ、ちょっと困ったみたいなね、いや、王冠をかぶろうとしてるんですけど、私にはあれが、ね、困ってる感じにしか見えなかったんですけど、まあ、ずっとナポレオンだったんですけど、ついに変わりましたと。で、私、なんか槍みたいなの持ってるし、なんかイケメンだから、マルティネスなのかなと。マルティネスって騎兵属性だから、馬どころかライオンに乗ってるのかなと思ったんですけど、なんと新キャラでしたねということで、新キャラここで見るよりも、あれなのか。私もうキャンプ選んじゃってるから、名称召喚ってこっちか。はい、こいつね、グンサー。はい、グンサーという新しい将軍がね、出てきましたね。いや、イケメンで、かっこよくて強そうでということで、で、実際にね、こいつね、強いですよね。はい、これ条件付きのやつですね。攻撃する際にっていう条件付きと、さらに、ドラゴンあるいは真珠を連れて攻撃する際にということで、まあ、基本的にね、メインアタッカーですよね。これ補佐官じゃなくて、メイン将軍向きってことですよね、と。で、工場兵攻撃時だけですけど、工場兵器の攻撃力と防御力が45%アップして45%って、はい、ここのところの最高値ですかね。で、45%アップして、さらに、で、まあ、大体メインになるんで、ドラゴンきっとつけていくんですよ。で、ドラゴンつけてると、まあ、射撃兵と工場兵器の HP が30%アップするということで、非常に、強い、能力になってますと。で、はい、パラメーターもね、HP 攻撃防御がね、上がるような感じになって、その辺がね、高めになっていますと。で、まあ、この辺は普通の、工場兵器セットな感じになってますねと。で、はい。ラインの斧っていうね、特性4つ目も、これも攻撃時に特化してるんで、条件付きでめちゃくちゃ強いと。ね、工場兵器の攻撃力めちゃくちゃ上がりますね。これはやばい。工場兵器の攻撃力って、大体デバフが充実してるんで、なんか2000%ぐらいね、下げられちゃうんですけど、こいつはもうなんか3000%とかを超えていけそうな感じがして、すごいですね。そう、2000%を超えたらようやく、ちょっとずつ効果が出始めるというかなんですけど、こいついると3000%超えるんじゃないかな。はい、これね、覚醒のところまで行くと、最終的に工場兵器の攻撃力が、60、75、75じゃない、90か。90、120、120%アップ、120%アップで、160%アップ、170アップ、180%アップ、さらにお色直しができます。はい、これラインキングなんちゃらみたいなやつね、180%で、これは、守りの方が強くなる感じですね、と。で、あと制約もついていて、はい、制約も足すと、最終的に188、うん、なんか190近くやっぱりこいつ上げますね。やばいな。はい、最近のね、インフレがやばいですね。こいつ、さあ、確かさ、なんか、こいつ今二重でふわふわしてるけど大丈夫ですか？分身の術使っておる。はい、彼ね、彼が出る前にクレス・パラスみたいなのが出たばっかなイメージなんですけど、確かクレス・パラスが出たのが去年の8月とかかな。はい。だと思うんで、まあ、8ヶ月にしてね、上位互換が出たような感じ。またそのクレス・パラスセットに近い感じですよね。えっと、ゲンサーの今度お供が、あれ、こいつ、隣にスライドできない。できないわ。また別の場所から見に行かなきゃいけないのか。はい、これね、この、今見たのがこの左側。で、次がこの右側見に行くんですけど、これ、なんかエルザがいるなと思って見てたんですけど、
どっから見れば、ここで見れた。はい、彼、メリッサリーニ。彼じゃねえや、彼女、メリッサリーニ。はい、はい、彼女もね、これも補佐官向きですね。部隊を率いて参戦する際なので、防御にも使えます。で、工場兵器の攻撃力、防御力、HP が40%アップし、これが強い。もう、ただでさえすべてのパラメータ40%アップします。いつでも発動します。で、部隊定員が8%アップしますということで、ちょっとね、イベント系の将軍強すぎますよね。はい。で、このラインの上ですかね。はい。なんかライン側の、杖みたいなやつで、工場兵器の攻撃力40%、射撃と工場兵器の防御力20%、HP25% アップっていうことで、こいつもまた強くて、ね、あと制約もいいんですよ。これね、彼女の制約、行軍速度が全体に有効ってなっていて、これ欲しいですね。はい。行軍速度はいくら高くても困らない。はい。制約が優れてるんですけど、これね、このね、ストーリー上、この二人バチバチしてるはずなのに、もう制約で、何この相思相愛感みたいな。まあ、ストーリー的に最後くっつくのかもしれないんですけど、はい、まあ、制約ね、二人とも依存関係にありますと。でね、これ、エレーノでしたっけ？射撃のやつと、あとちょっとよくわからないね、キャラも必要でということで、めちゃくちゃその制約の条件がね、私的には厳しいけど、彼女の方が欲しいみたいなね、風に思ってますと。まあ、彼女の方が欲しいんですけど、今貯めてるプレミアム招待券をね、利用するまででもない気はしていて、ここがね、悩ましいんですけど。はい。で、流れで言っちゃうと、この LINE テンプル、いつもね、この大型イベントがあるときに、この、たくさんね、弾けるやつ、たくさん弾けるやつ、これがね、まあ、最初のね、30回だけ、チャレンジできるよみたいなやつね。この、名称次戦宝箱っていうやつがね、えっと、何パーセント？ 0.2% ですね。0.2% で当たりますということで、運が良ければね、この宝箱が出て、このラインナップから選ぶことができますよとなってますと。野さん、こんちゃるは、制約の全体は攻撃しなくても有効ですか？はい、攻撃しなくても有効です。制約の全体のやつは、持ってるだけで有効です。全体的に有効。はい。これはですね、私、前に確認がしたことがあって、ですね、そう、メリッサリーニを無理に引く気がしないのは、私もう彼女を手に入れていて、彼女がね、あの45%アップ、20%アップ。いや、でもね、新しいメリッサリーニの方が強いんですけど、はい。さっきのね、制約の話なんですけど、これね、彼女の、彼女の病院最大収容量じゃないや、私がチェックした時のやつ。チェックした時のやつは、スーシエだ。思い出した。はい、スーシエ。はい。スーシエの制約のこの女神像での離脱者の収容上限、これで確認済みです。私今ね、特にスーシエ使っていないんですけど、これね、全体的に有効なこの制約を使ったら、ここまで上げたら、離脱者の収容上限上がりましたということで、持ってるだけで効果がある。はい。所有バフに近い感じですね。はい。なので、そう、制約システムの将軍ってめちゃくちゃ重要度が高いんですよ。はい。非常に、重要で。かつ、この、当該将軍のみに有効みたいなやつも、メインアタッカーじゃなくて補佐官としてね、利用した時でも、効果が発生するので、はい、やっぱね、制約を持ってる将軍はね、結構ね、重要かなというところですと。これでもね、数詞でね、使う予定がないんで、金色のね、ここまでしか、上げてないんですけど、はい。ただのお父さん、コンジャルはコメントありがとうございます。はい、ということで、ちょっと、なんか溜まってそうだから、DG 攻撃してる。DG 引退したんかな？まあ、ええわ。よし。
はい。ということで、リングウォーのね、イベント見ていきます。ということで、この LINE テンプルってやつで、このね、大型イベントでよく出てくる、この最初の30回だけ、ゲットができるかもしれないチャンスがありますということで、はい。こちらね、後で引こうかなと思います。一応ね、200回、天井があって、200回引くと、必ずね、この次戦宝箱がゲットできるみたいですと。はい。まあ、ちなみに私、このラインナップのやつ、誰も持ってないかな。ちなみに、アンドレ・マッセナ、これまた出るんですね。これね、そうだ、先にこの話をしよう。アンドレ・マッセナって、ナポレオン機関に出てきたと思うんですよね。ナポレオン機関に出てきたと思った奴ら、まだ引けますね。ナポレオンプライムだけがダメで、ナポレオンとなんか関連性なかったのかな。はい、これね、エピック歴史の名称引換書の詳細見ると、ほら、いるんですよ。アイザック・ブロック。こいつデトロイト包囲戦って書いてあってさ、これナポレオンの時のやつじゃないですか。こいつも一緒に出ないのかなとか思ってたんですけど、で、スーシエもね、いるんですよ。で、アンドレ・マッセナはアンドレ・マッセナいないよな。そう、スーシエと、アイザック・ブロック。あ、スーシエ違うかな。アイザック・ブロックはでもさ、最後のナポレオンのタイミング出てきましたよね。でも、スーシエもそう、今回ラインナップにて、あ、出るんだってなりました。入っていたことで、アイザック・ブロックはね、残るみたいですね。で、一応、さっきのね、グンサーが、今回のピックアップ将軍となっていて、16.13%ということで、今の期間ちょっと出やすくなってますよという感じですと。ただね、どんどんこれ将軍が増えていって、前って、このピックアップ将軍17%以上あったのに、どんどん下がってるんですよ。それもそのはず。母数が増えるんだから、それは下がるよねと。このね、エピック歴史の名称の、なんかラインナップの整理みたいなのをしてほしいですよね。もはや、この中での型落ちが存在してるじゃないですか。ねえ。ああ、もうクレスとかパラスってもうこの辺なんだな。はい。ねえ、ちょっともう上の方の方たち多分使わないので、まあナポレオンさんとか、はい、ちょっとこれね、ちょっと見直してほしいなと思いつつ、ちょっと戻りました。あ、ちなみに、私ね、ちょっとマイクをいじったんですよ。前よりちょっとね、声が大きく、あのなったかなと思うんですけれども、で、逆に声がちょっとね、うるさすぎるだとかあったら、ちょっとマイクのね、ボリュームを調整してもらえたなと。なんかそう、BGM とのね、バランスみたいなところが、ちょっと、また直さなきゃいけない感じになっちゃって、聞こえづらいだとか、BGM をもうちょっと上げた方がいいかも、みたいな、そういうのがありましたらね、コメントで教えてもらえると助かります。ちょっと待って、ちょっと待って。すると出したりすると。ただの後藤さん、グンサーが完全に運営のお気に入り顔感がすごいですね。いや、そうですね。グンサーは、そう、お得意の、お気に入り顔な感じがありますね。イケ、イケメン枠。いや、普通にかっこいいですしね。そう、ちなみに、お着替えをね、すると、ここでもね、はい、この肖像をね、変更することができるみたいですね。はい、でもなんかちょっと肖像変更しない方がかっこいい気がするんだけどな。どうなんだろう。はい、これね、ラインキンググンサーということで、はい、ライン側の話みたいですね。でもさ、なんかもう、ライオンにも乗ってるしさ、こいつも装備変えたらさ、ライオンじゃん肩。もう、どうしてもライオンキングって思っちゃうんだけど、はい、ラインキングだそうで。はい、はい、次に、この、ギムラの伝説ですかね。はい。こちらね、最初ここに参加した時に、どっちの軍につきますかというのがありました。このメリッサリーニか軍サー、どっちにつきますかみたいなのがね、選択肢がありました。私はね、メリッサリーニを
メリッサーニか。メリッサーニを選択しました。えっと、特にどっちでも良かったというか、こういうの大体ね、男性キャラを選びがちだったんですけど、まあ言うて、ユーザー、そのゲームやってるね、ユーザー数の割合は男性の方が多いんじゃなかろうかと、そっちの方が課金してる人多いんじゃなかろうかということで、勝ちそうな陣営を選びました。ということで、はい、メリッサーに陣営が勝つんじゃないかなと思って、ということで、メリッサーニのね、陣営を選択したっていう感じになっていて、上のところのね、バーサスが、今勝ってますね。これがどうやらこのラインゴールドっていうアイテムですね。これが1日100個獲得できますと。あとなんかね、今回、なんかイベントで、イベントっていうかなんかお知らせでさっき来てたんですけど、これね、なんかドロップ制限の不具合があったみたいで、それを修正しますということで、なんか200ラインゴールドをね、なんか送ってくれましたということで、多分今日、ラインゴールド落ちてなかったんですけど、まあ、それの補填でね、200ラインゴールドが、付与されてるっぽいですね。ということで、これをまあ使用していこう。はい、これ使用長押しでね、こんな感じで、アイテムがもらえますと。で、そうすると、この元凶の焦点っていうところでね、使える、このリング、ラインゴールドリングっていうのをね、もらえますと。はい。で、このラインゴールドリングで交換できるやつが、いい感じですね。まあ、これね、前のそのナポレオンイベントの時にも似たようなイベントあったじゃないですか。なんか大砲をなんかたくさん発射しましょうみたいな。そうすると王冠みたいなのが手に入ってみたいなイベントあったと思うんですけど、まああれとほぼ一緒ですね。基本的には多分期間中に全部もらえるような感じなんじゃないかなとは思っていますと。で、私の中でこれね、絶対に交換してほしいのはこいつ。幻のカラスの塔ですね。はい。これね、絶対、皆さん交換しましょう。はい。もう私は忘れないうちに今交換します。忘れないけど、幻のカラスの塔交換します。これ何かっていうと、これです。理想の庭じゃねえ、理想の国か。理想のね、国のアイテムなんですよということで、ちょっとだけ飲み物飲んでいい？はい、ちょっといつもとね、環境が違うんで、ミュートにするのを手間取るっていうね。はい、はい、理想の庭ね、今まで無課金でも、配られたアイテムとして、このナポレオン砲と馬車があるんですけど、これに続いて3つ目ですね。はい。幻のカラスのと、これね、使用すると、はい、理想の国に行き配置できますということで、ここにね、配置していきましょう。建設、景観って選択すると、この幻のカラスの塔が増えてますね。はい。もらったやつはここにもう並べておこう。はい。こんな感じで、幻のカラスの塔をセットすることができました。特にね、バフはつかないんですけど、反映ポイントが20ポイント入りますということで、760ポイントまで上がりましたね。さあ、こんな感じで、無料でね、配ってくれるやつが増えてきたら、まあ、なんとかね、1000に達するかなっていうのをちょっと思っています。はい。ということで、これね、理想の庭のバフは重要ですので、ぜひ皆さん、必ず忘れずに交換しましょう。で、そう、理想のね、国かの、バフがね、今、レベル2なんですけど、レベル3にするとね、全部5%ずつ上がるので、はい、これをね、狙っていますので、はい、ということで、ちなみに、その流れで言うと、今回ね、文明の旅が、いつもはね、こっちの期間限定のバナーのところにいつもあったんですけど、なぜか知んないけど、リングウォーのところにありますね、文明の旅。はい。まあ、なぜか知らないっていうか、まあ、このイベントに関連するものとして、このラインラントっていう、まあ、新しい、置物が増えましたよということで、まあ、その関連でね、こっちにあるっぽいですが、はい。まあ、ただこれね、多分、期間限定のやつじゃないかなと、赤枠じゃないですしね。
はい。ということで、まあ、今後も残るものだと思うんですけれども、はい。まあ、ラインラントも、いつも通りね、強い、マックスにすると、工場兵器系のね、バフが上がるよというようなものになってますので、はい。ガチ勢はこういうのを、集めていくんだと思います。で、ギブラの伝説戻りまして、このストーリーへっていうところ、これね、おもろかったですね。最近、あれですね、ユーザーは読まないということを分かってるんですかね。もう初日にして、一番最後以外が全部開けられる。しかも、最初にリワードをもらえて、別にストーリー見なくてもいいというね、システムになってましたね。一応ね、私、読んだっていうか、一応ね、クリックして中身ちょっと見たんですけど、まあ、なんていうか、その言い回しがね、なんか、劇画チックっていうのかな、なんていうか、ちょっと、トゥーマッチなストーリーがあるなっていう感じで、ね、ちょっと言い回しが独特で、あんまり内容入ってこねえな、ちょっと固有名詞多すぎて、誰が誰かわかんねえな、みたいな思いながら見てたんですが、まあ、なんかどうやら、裏で操ってるやつに操られて、なんかもういかにもちょっとつ盲信っぽい軍曹が、この、なんか始まっちゃった。このね、メリッサーニと、対峙することになってますというね、死んだお父さんの亡霊みたいなのが、あの軍さんをね、なんかたぶらかしてるっぽいような、はい、裏に謀略があるんじゃないか、みたいな雰囲気でなったのと、あとなんかしないけど、メリッサーニのことをね、ファーゾルトが助けるっていう、まさかの年末に出てきたピンクドラゴン、ここで活躍させるんだ、みたいなね、内容になってましたね。はい。あと、唐突に出たカサンドラみたいなやつとかね、ちょっとおもろかったですかね。はい。最終的にどうなるのかがね、よくわからないですけど、まあ、なんというか、雰囲気的にこの二人はくっつくんじゃなかろうかと、制約的にね、なんかそういうストーリーなのかなと思いつつ、一応ちょっと楽しみにしていますと。で、これね、どっちかが勝つと、これね、えっと、どっちかが勝つと、なんかアイテムをいっぱいもらえますよみたいなのがね、最初、陣営選択の時に説明が出てきたんですけど、それね、見えなくなっちゃったんですよね。全サーバー貢献数。うーん。まあいいか。はい。これね、一応この陣営の同士の勝負になっていて、勝った方の陣営が、なんか、たくさんリワードもらえるよ、みたいな感じになってるみたいですね、ということで。まあ、言うてね、別に、これ多分そんな課金関係なくて、あの、数の勝負と、その人数がね、みんなちゃんとラインゴールドをね、毎日獲得するっていうのがね、大事っぽいなと。ちなみになんかバグってて、本当はストーリー、なんていうか、この全体の総数に影響してちょっとずつ開くものだったかもしれないんですけど、これね、全部なんか不具合で開いちゃったとかそういうことなのかな。はい、まあまあいいでしょう。まあただね、このラインゴールド一応課金でも、稼げるみたいなのでね、陣営の勝利に貢献したい方はって言いつつ、なんか陣営勝利した時にどんだけアイテムもらえるのかよくわからないからな。うん、なんかその説明どこ行っちゃったんだろうなと思ってます。はい。まあ、その辺はいいとして。まあ、その他の交換チャンスね、これ、聖戦ギフトボックス、これも素晴らしいですね。この戦績の宝石、栄光の金鋭だって、もうなかなか手に入らないアイテムなので、これがね、もらえるのはね、非常に嬉しくて、はい。まあ、こういったところを優先して、まあ、普段もらえるやつはね、もういつでももらえるやつなので、もういいと思いますと。これね、これも間違ってもこのスピードアップを交換しちゃダメですと。はい、上のね、方のやつが、いいアイテムになってますので、まあ、これはどうでもいいかな。はい。ということで、まあ、ギムラの伝説ね。はい、ここで一番お伝えしたかったのは、先ほどね、景観アイテム。景観アイテムは、貴重なので、確実にゲットしましょうというところですと。はい、で、続いては、まあ、王のパーティーね。これね、もうやってるよな、マジで。まずね、ケーキレベル10に行くと、はい、先ほどのね、スキンが変わりますよというやつで、はい、ちょっとお高すぎますか、せんかね。はい。
ラインキング軍サーのスキンが欲しい場合は、ケーキをマックスにする必要がありますよと。まあそこまで行くとね、おのの妹子もゲットできますよとなってますと。で、これね、もう本当に残念。もう前回の配信で、伴侶はきっと出るよねっていう話はしてたんです。もうそこは当たってました。が、またですよ。はい。またね、課金しないと手に入りませんということで、景気レベルね、5にすると、この新宅のかけらというものをゲットして、魂の伴侶カサンドラを解禁できますということで、残念ながらまた、課金限定の魂の伴侶でしたね。まあもう育成できないからいっかと思うかなとして、はい、ちょっとね、なんか、病気ガチっぽい雰囲気をしている、カサンドラさんですが、これね、あれなんかのアイテムで、冬月さん、小野の妹子じゃなかったですね。小野の妹子は違うとこにいるのよ。そうカサンドラさんね、なんかのアイテムでね、なんか変わるんですよ。変わるんですよ。なんか、キャピキャピになってたんですよ。どこだっけな。いや、まあいいや、ちょっとそれ後で見よう。一応、スキルですかね。はい、初めてですね、伴侶系のスキルで訓練上限が上がるということで、はい、訓練上限バフが入りますと、で、その他のところは、これ、結構ね、その防衛的にはいい感じで、射撃兵と工場兵器の攻撃とか、防御力が上がるというものになっていますと、で、パーセントもね、80%って高くないかな。40%、他のやつって40%ぐらいだったと思うんですけど、なんか80%上がるんですよね、この未来予測。ちょっと強いよなっていう。あと敵の歩兵と騎兵の防御力も70%下げるんですよ。これはね、課金の力ですかね。はい。バフの上がり幅えぐくないっていう感じで、ちょっと横に見ていこうか。火力ね、80%上がるやつなくないかなっていうので、火力上がるやつ、こいつとかか都市の攻撃力40%。あ、でも中東騎兵の防御力80%とかはあるな。でも騎兵だけだよな、今の。中東歩兵の攻撃力80%だよな。なんか、2種類80%上げる。中東射撃兵の攻撃力80%。あ、でもこいつはでも中東射撃兵と攻撃兵の防御と HP60% だから、あれか。強すぎるってことでもないけど、いやでも強いよな。射撃と工場兵器っていう、遠距離火力、遠距離火力をこんな上げてくれるの素晴らしい。おっとっと、のが喉が。素晴らしいよな。はい。ということで、まあ普通にね、強いと思いますというところで。あ、ただのことさんコメントありがとうございます。ゲームの境。あ、そうかそうか、そっちにあるんだ。はい。ありがとうございます。そこで見たんだ。ちょうど次見るとこだったので、そう、さっきのね、カサンドラさんのやつが、このゲームの境。あ、これね、はい、大型イベントの時にいつも来るこの感じ。はい、皆さんね、もう、よく目にしてると思います。まあなんかね、いろんなアクションを起こすと、この、なんちゃらポイントっていうのが溜まりますと、もうこの名前はね、いつも変わるんで、もう気にしなくていいです。なんちゃらポイントがね、溜まりますと。で、いろんなアクティビティがありますと、クエストね。はい、通常の普段の、なんていうか、プレイしている中で自然に結構溜まるようにはなってますと。で、私今回開けちゃったんですけど、まあ、秘宝ボックスとかをね、貯めといて、一気に開けると、ボンと、獲得できたりとか、まあ、プレミアムドラインコイン使うとか、はい。まあ、通常のね、プレイを、していくと、これ、ポイントがどんどん増えていきますということで、この上のね、宝箱にいろんなものが入ってますと。はい。このエピック歴史の名称控え書のかけらとかね。はい。この辺、これね、いつもと同じ30個集めると、エピックの歴史の名称になりますとかいう感じですかね。で、一応、その無課金での頑張れる、いけるラインは20万かなと思います。はい、このね、20万ポイントのところまでだったら、さっき言ったね、なんか、特に秘宝ボックスを貯めてたりとかする人とかはね、多分すぐ達成できると思います。まあ、そうじゃない方もね、ボスモンスターをいっぱい倒していると、結構ゴリゴリ溜まるので。で、
だいたい20万ポイントがラインです。60万以上は課金しないと厳しいかなっていう感じですかね。これまでやってるところですと。で、リワードはね、色が変わってる宝箱が当然いいアイテムになってますよという感じで、最後のところでね、特別な、サークルがもらえますと。冬月さん、私今それ9位です。軍サーがかなりなかなかいけない。やってますね。あ、9位。9位。9位ってことは、もう、だいぶ進んでます。あと3つで、現世の白羽みたいなやつが手に入っちゃいますね。すげえ。はい。これね、一応、最後、ね、リワードがもらえるみたいですと、ね、冬月さんがこのまま駆け抜けた場合、9位、9位で、終わった場合は、これね、城がもらえますね。元凶の城。使用するとこの城がもらえますというのと、そのかけらですね。またレベルアップできるシリーズなんでしょうね。はい。トップなんだろう。トップ20か。トップ20まで入ると、この永続のお城が、大体バフがついてるね、お城がもらえるみたいですね。はい。はい。ちなみに、ね、ジェムを購入しても、プレミアムドラゴンコインみたいなちょっとお高いアイテムを消費しても、出るということで、はい。どう稼いだのかすごいですね。はい。この上の宝箱のやつは、普段のね、プレイで貯まりますよ。リワードがね、もらえますよってやつなんですけど、あとはそれとは別にね、資源採集とかモンスター討伐で、この銀色のコインで、活躍度で、この金色のコイン、これね、4日間、1日 4, 個で、11日間のイベントで44個貯まりますと。金色は最大44個もらえる。で、銀色は、これは、もう、期間全体で1000個っていう感じに決まってますね。なんかね、カウント増えないバグがね、前からあるんですけど、これ。はい、総数が、下が1000、上が44って、覚えときゃいいかなって感じですと。で、これですね。先ほど、ただの後藤さんが教えてくださった、この預言者の花冠、伴侶スキン、トロイの預言者を利用できますということで、カサンドラがね、今なんかちょっと病んでるっぽいんですけど、元気にさせることができる花冠になってますということで、なんか、元気になったカサンドラは、なんか若返ってました、確か。はい、特に、解禁しないとね、見れないっぽいんで、私、確認ができないんで、なんかね、偉い人が X でポストしてたと思うんで、調べてもらえば出てくるかなと思うんですけど、はい、なんか明るくなってるカサンドラがそこにはいたと思います。はい、でも、カサンドラを元気にさせるためには、金のコインが2500必要そうです。はい、2500円集めるのはパッケージ購入ですというところで、はい、これ、スノーカラス金貨さ、これ、500円で5個しか手に入らないのこれ大変ですね。500円じゃないしね、これね。500ドルだからね。まあいいや。はい。で、この金のコインでね、カサンドラのお色直しさせるか、いろんなね、強い、ピック将軍手に入れるか、みたいなところになってるかなと思います。なるほど。変な薬みたいですね。いやいや、鼻かむりやんで。鼻かむり変な薬。はい。で、この、金のコインがね、なかなか手に入らないレアアイテムと交換できる感じになっていますということで、44個もらえるので、私は、確実に金枝と交換しますね。はい、金枝が2000マジで集まる気がしないので、こういうタイミングでね、しっかり、回収したいなっていうのと、この金枝と、この戦績の宝石、重決の決勝もね、交換したいんですけど、はい、ちょっとこの辺をね、狙うんじゃないかな、みたいに思っています。本能さん、こんばんは。金で元気になるカサンドラってことですね。自分も大金を手に入れたら元気になりそうです。確かにそう、それはそう。
大金手に入れたら元気になりますよね。そりゃそうですよ。きっと売れない、占い屋さんから、百発百中の占い屋さんになるんでしょう。トロイの預言者ということで。で、金のやつは、まあ、レアアイテムと交換できて、銀のコインのやつはね、みんな大好きラムネ交換タイムです。はい、これね、もう忘れずに交換しましょう。10個。はい。ラムネね。はい。ラムネ、使用方法が変わってね、事故は減ったみたいなんですけど、触ると確実に1回使うことになるっていうね、気をつけて使わなければいけないんですけど、このラムネがね、10個手に入る貴重な機会なのでね、ラムネを交換していただいて、まあ、その他のやつはね、なんか、適当にやっても多分全部交換できるような、今までのイベントの傾向的に銀コインのやつって確か全部交換できた気がするんですけど、はい。まあ、ね、全部交換できないかもしれないんで、先にラムネを交換し、その後はね、好きなものを交換していただくのといいのかなというところで、次に見ていくのは、この、レーバテインと、スルトの頭ってやつね。これね、これをちょっと見ていこうかなと思うんですけど、はい、スルトの怒りっていうね、イベント。これもね、こういう、なんだろう、大型イベントの時にね、よく出てきますね。前回のナポレオンの時には、対仏同盟みたいなやつでしたかね。はい。今回もそれと同じようなイベント、スルトの怒りというのが出ていて、さっきのね、槍みたいなアイテムを使うと、よいしょ。これね、槍じゃない、炎の剣か。はい。このレーバテインっていうアイテムを、使用すると、スルトがね、召喚できますということで、なんか、ちょいちょいね、うちの同盟でもみんな出してくれるので、いないかな。さっきね、私まだ召喚しなくていいかって言って、やってないんですけど、はい。まあ、いつものシリーズです。いいや、出すか。出そう。はい、せっかくなんで出します。レーバテイン。これで使用すると、こんな感じで、自分のね、城の近くに、この新しいモンスターが、イベントモンスターが出てきますと、はい、すると 130M ということでね、始めたばっかの方には厳しそうな気もしますが、まあ、まあ、ケルベロス2とかをね、倒せれば問題ないかなという敵ですと、で、まあ、アレースの地とかね、まあ、アレースの地は、1日のドロップ上限が存在するので、まあ、ほぼもらえないと思うんですけど、このね、スルトの頭、これ結構えぐくて、この剣で、このスルトっていうモンスターを出してこいつの頭がね、アイテムとして手に入るっていうね、なかなかえぐいんですけど、で、宝箱のね、報酬はまあですかね。はい。300系ずつのアイテムとか、ルーンストーン、強化石が手に入るような感じになってますということで、こいつをね、まあ、レードをかけておいて、かまいたち。はい。後で、まあ、記録を見ようかなと思うんですけど、これね、個人的にはちょっと、えぐくておもろいなと思うんですけど、さっきのスルトの頭ね、これも対仏同盟とかと一緒です。この祝福シリーズのやつですね。対仏同盟の時にはスムースボアが手に入りましたと。で、キングコングイベントの時にはね、ウィーバーの信号弾が手に入ったんですけど、今回はスルトの頭っていう祝福のやつ、お城の上に出てくるやつですね。これ使用しますと。はい、いつも通りルーンストーン、強化石60分間スピードアップということで、そうルーンストーンね、みんな大好きルーンストーン箱手に入るので、これね、めっちゃ溜まってる人はもう祝福しまくってくださいと。で、これね、ちょっと見えづらいな。見えづらいな。ちょっと、大きい城の人にかけたいな。ちょっとディオさんにかけさせてもらおうかな。これね。はい、これこれさ、さっきの剣で、スルトっていうモンスターを召喚し、スルトを倒すと、スルトの頭をゲットし、スルトの頭で祝福すると、なんかスルトがね、出てくるっていうね。で、めっちゃこれシュールじゃないですか、このこれ笑っちゃうんだけど。じゃあもう、大きくしよう。なんか、ね、なんか
なんか中二病感あるなと思いながら、はい、はい、こんな感じでですね。あのいっぱいいっぱいね、するとね、召喚させることがね、できるかなと思いますね。はい、こんなね、たくさんあっても消費が大変なので、もう私ね、よくこういうふうに、アケロイドスの時にもやりましたね。たくさん、みんなを海に沈めたんですけど、あれもこんな感じでね、はい、バーベキューですかね、キャンプファイヤーですかね。はい、もうなんか、みんなマジ、マジウケんな、この画像。そう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 、冬月さん、そう呪われてるみたいですよね。もうそれは呪われるよな。頭取ってきて頭使ったら恨みで出てきてるような、恨みで化けて出てきてる感じがしますよね。これマジ笑っちゃうんだよな。はい。まあ、こんな感じで、はい、ね、祝福のアイテムが手に入りますんで、今ね、みんなバブルとかしててちょっとわかりづらいんです。ね、バブルしないところにバーって貼ってきましたけど、はい、こんな、炎の親父がたくさん出てきますと。戦場で目立ちまくりなグラフィックスですね、すると。そうですね。はい、戦場でね、出会ったちょっとめんどくさそうなやつにね、祝福して、こいつ狙おうぜってやるのが正しい使い方だと思います。はい、で、すると、まあ、前の記録があったからいいか、これで。はい、スルトをね、倒すと、まあ、ダブルドロップするとね、このスルトの宝箱を強化すると頭みたいな感じで、ね、手に入りますかね。はい、ということで、基本的にスルトの頭絶対ドロップしますというところなので、そのルーンストーン箱をね、めちゃくちゃ手に入れられると思うので、私みたいにね、ルーンストーン箱たくさん欲しいよっていう方はね、積極的に倒すのがいいんじゃないかなと思いますと言いつつ、私ね、結構残してるからね、この対仏同盟を出す、この軍庫ってやつもそうですし、バジリスクを召喚する。バジリスクは祝福もらえなかったかな。あと、アケロイドスを出すやつ、巻物とかね、なんかちょこちょこ残ってるんですけど。はい。なんかスタミナを消費したいときに調整で出して、使うっていうのをよくやってるからね、なんか、少しずつ残しながら使ってるんですよね。はい。そんなところで、スルトの話。まあ、スルトは、今、レポート見たしかな。では、リングボーの話はスルトのまで行きました。で、ジェム山分けね。まあ、これちょっとまあ、私には関係ないんですけれども、この花火を打ち明けてジェムを山分けするみたいなのがね、あるようですというところで、まあ、これ、この長期イベントっていうか、その大型イベント、大体大型イベントね、4ヶ月に1回ぐらいで来るんですよ。これがだから、結局、4、8、12みたいなね、タイミングで来てるんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、この大型イベントの時によくあるこの山分けの花火ってやつですかね。はい、が今回もありますと。で、あとはこの報酬一覧のやつね。まあ、これは結局、今まで見たところの総合です。ケーキを10にすると軍さんが手に入りますよ。金のコインをたくさん集めると、この伴侶スキン。あ、ここで顔見れましたね。はい。全く同一人物には見えない。全く同一人物には見えない、カサンドラ、ここで見えました。で、このラインなんとはね、奇妙な旅。奇妙な旅まあ、いつものやつですね。はい。毎日1回引くやつで、運が良ければ一発相撲できると思います。で、元凶の城、こっちは、なんだっけ、ランキングだ。はい、さっきのね、スコアランキング。普段のアクティビティでポイントを貯めて、それのスコアランキングが、高ければっていう、まあ、普段のアクティビティがというか、ガチで貯めるなら課金をして、そのね、差でというか、凄さでね、競い合うという感じで、はい、まあ、なんというか、課金をして、この下の2つを狙おうとすると、おのずと上とかにもね、たどり着くみたいなね、はい、感じになってるような気がしますが、はい、まあ、こんなところで、
リングボーのイベントとしては、こんなところなんですけれども、まあ、おさらいすると、無課金的に大事なのは、毎日ね、この LINE ゴールドってやつを100個集まると思うので、モンスター討伐とかで100個集めて、このグイーンって長押しして、このリングを手に入れ、交換をしていきましょうと。で、基本的には、まずこいつ取っていただいて、で、まあ、このスノーガラスの杖、これもね、いい感じなんで、これも交換して、っていうところで。あ、もうせっかくだから、もうこれ交換しようかな。これ交換して、引こうかな。はい。で、そう、文明の旅はね、いつも通りなんで、文明の旅もちゃんと毎日やってのラインテンプルですね。はい。これが、資源採集とモンスター討伐で30点に入りますし、さっきのイベントのところで、20点に入るっていう感じなので、まあ、期間的には、期間全体で50回はね、弾けるかなっていう感じですと。で、さらに150回、募集できると、必ずね、手に入るというようなものになっているので、目指す方はね、天井を狙うといいのかもしれないですね。冬月さん、花火持ってるんですけど、どのタイミングで使うのが得するんでしょうか？はい、ちょっと私は使ったことがないのでわからないので、もしね、わかる方がいたらコメントで教えてもらえるといいかなと思います。花火、私には一切関係ないなと思って、ちゃんと見たことがないな。とりあえずこの10回募集溜まってるからやろう。3回やっちゃおう。いやー、鉄出てほしいな。これ、将軍エキスポだけは出ないでほしいな。あ、君主エキスポは許す。はいはい。オッケーオッケーオッケー。まあ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 。うん。なんか将軍エキスポ以外やったらね、何でもいいんで、ぶっちゃけ。はい。もう、この外れ本当にやめてほしい。それ以外はまあ使うからいいんだけど。はい、ということで、まあまあね、いいアイテムが出るので、普通に資源とか美味しいんでね、はい、これ忘れずに引きましょうというところだと思います。0.2% しか確率ないんで、基本的にこれは当たらないと思ってもらうのがいいと思います。ちなみに花火ってどういうルールなんだろう？ 11 日間続く。セカンドプライズ。いや、まあ、文字数多いともうそれだけで見る気なくしちゃいますよね。2日目、3日目、山分け。あたやまさん、こんじゃるは、コメントありがとうございます。トッププライズ。こんな感じになるんだ。すげえ。なんか、山分け日っていうこの一番最後のやつがすごいから、ここで、なんかどっちみち当たらないかもしれないから、一番もらえるのが大きいところで狙いたくなりますけどね。おもろ。はい、やばい、そうこうしてるうちに BOC になっちゃうな。急ごう。同盟総動員ですね。ですね、同盟総動員が来るタイミングじゃなかったんですよ、今回。ただ、同盟総動員って、スキップされてて、一回。なんかその分がね、来たのかなっていう感じですね。本来はね、今回休みのターンで、だいたいね、マヤが来て、同盟総動員が来てっていう順番だったんですけど、同盟総動員来なかったんですよね、前回。はい。なので、まあ、一旦遅れでね、同盟総動員来たなっていう感じがしています。はい。ということで、まあ、同盟総動員はね、月曜日からの1週間になっていますということで、はい。うちはね、エピックランクなので、はい。このね、プレミアム、エピック歴史の名称か。はい。これをね、3つ全部取りたいなと。私が目指すのは、関羽です。関羽さえ手に入れば、制約が広がる。はい。ということで、同盟総動員が来たら頑張りたいなということで、同盟総動員が来たからね、ルーンの使用今ね、ちょっとね、渋ってます。本当は、ルーン上げたいんですけど、同盟総動員のね、クエストで出てくるからルーン使用せよみたいなやつが、はい、ちょっと、ジェムをね、散財するのもちょっと大変なので、はい、同盟総動員の金でやっていこうかなと。で、これ、誇みまみれの帝国の宝庫。これね、これがね、気になってて、
はい、謎の新しいイベントが始まりましたと。これ、デイリークエストになってます。毎日ね、このクエストをクリアすると、ポイントが貯まりますということで、レベルが3ずつ上がるのかな。富山さん、軍艦なしはやばい。助けてくれ。軍艦なしはね、戦術研究の還元イベントのことですよね。そう、ほんと来ない。まあ、もともと今週は来るターンじゃなかったので、まあ、今週は絶対来ないなとは思ってたんですけど、運が良ければ来週来るとは思うんですよね。もう本当にね、還元イベント全然来ない。そう、今回はね、来るタイミングじゃなかったんですよ、もともと。だから今回来ないのはまあ、しゃあない。というか、先週、先々週とそもそもあの還元イベントがそもそも来てなかったので、とりあえず来てくれてよかったなっていう感じはしました。はい。一応ですね、この今ちょっと先に話をしている、この消費還元イベントね、種類が装備製造、スーパー強化、戦術研究のね、3種類があるんですよ。で、順番が決まってて、今喋った順番、装備製造、スーパー強化、戦術研究っていう順番になってるんですよ。大体その順番でぐるぐる回ってましたと。なのに、なんか知んないけど戦術研究とかを飛ばし始めたんですよ、運営は。っていうのが Now なんですけれども、はい、今週ね、もともと装備製造のターンだったんですが、何回かそのスキップした、スーパー強化が今来ましたということで、通常の順番にここから戻るのであれば、来週戦術強化が来るはずです。はい。ということで、本当に戦術研究してきてほしい。来週ならね、スピードアップの還元と、一応、ぶつかってるので、はい、タイミング的にはね、スピードアップを使いやすい。だからこそ私そう、スピードアップをね、使うタイミングを見極めなきゃなと思って、今ちょっとね、スピードアップをむやみに使わないように貯めてるんですよ。戦術研究の時にガッて使いたいから。はい、っていうのがありましてっていうので、はい、スーパー強化が今回来たっていうのは一応朗報ではあります。としおさんこんばんは。コメントありがとうございます。月見さん、ジャルさん、おつじゃる様です。駆け足初めから見てきました。すごい。ありがとうございます。マイクよく聞こえますよ。ありがとうございます。はい、そう、よくね、声が小さいっていうのを聞いていて、かつそう、私もね、私自身もなんかスマホで、おさらいというか、なんか変なこと喋ってないかなってたまにチェックしたりするんですけど、やっぱスマホから聞くとね、聞き取りづらかったので、まあ、これでね、ちょっと改善できたらいいかなって思ってます。はい、ということで、ちょっと先に脱線しちゃいましたが、はい、関係イベントとしては、来週戦術研究が来るかもしれないですね。はい。ということで、この話に戻りまして、このデイリークエストをね、まあ、モンスター倒すとか、まあ、いろんな、なんか、イベントをクリアして、どんどん貯めますというので、まあ、基本的に難しいものは存在しないかなというところなので、デイリークエストを毎日やると、レベル3ずつ溜まっていくのかな。はい。で、これ7日間続くイベントのようなので、毎日やるとレベル21までいけますと。で、この21まで行くと、このアウステルリッツの宝箱ジュニア、どっかで聞いた名前ですよね、アウステルリッツ。アウステルリッツのね、宝箱、これ、なんか、ナポレオンイベントと関係があるってことなのかな。で、まあ、通常を毎日全部やると21までいきますと。で、もう21以降は、このリワードをね、このアウステリッツの宝箱っていうのが毎回もらえますよっていうことみたいなので、この秘密の鍵っていうのを何回も何回もゲットできますよっていうことなんだと思いますと。いうことですかね。で、ここで手に入れたこの秘密の鍵っていうやつは、今私はね、390あるんですけど、なんかこの、なんだこの帝国の秘宝っていうイベントで使うみたいなんですと。で、この帝国の秘宝っていうイベントで、なんかいろいろやってると、この帝国コインっていうのがゲットできるみたいで、で、これですよ。遺跡ショップ。はい、遺跡ショップで、なんとここで天空の聖堂という、なんか、天空の聖堂サドキエルを選択して、ラファエル、サドキエル、なんか昔出たね、やつだと思うんですけど、お城をね、選択できますと。はい、16,700。で、これ熱いのが、担当管理砂漠はそうでもない。こっちだ。王権宝箱が選択肢にあるんですよ。
はい、これね、素晴らしいです。王権のね、かけら、ゲットできる機会限られてるので、どれほどこのコインがもらえる見込みなのかわからないんですけども、ちょっとこれね、頑張りたいなと思って、とりあえずね、毎日クエスト全部やろうと思ってます。と思ったら、先に、本能寺さん、誇りまみれのイベント、自分はないですね。英雄不滅がなぜかありますが、英雄不滅は私もあるんですけど、誇りまみれの帝国の宝庫ないのか。これ、サーバー限定ですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。英雄不滅は多分サーバー全体であると思います。前回もサーバー戦争のちょっと前からあって話題にすることができたので、はい。サーバー戦争期間になる前からね、あるのは多分おかしくないかなということで、来週のサーバー戦争で使ってねっていうことだとは思います。はい。で、まあ、なので、英雄不滅が来たから、まあ、おそらく来週もサーバー戦争のね、ミラクルシーズンはあるかなと思うんですけど、今、コメントをで、いただいた通り、この埃まみれ帝国の宝庫はサーバーによって、有無が違うみたいですね。いや、さらに言うとね、埃まみれの帝国じゃない、また別のイベントをやってるところもあるみたいで、なんかね、X で見かけたんですよね。このバナー知らないなっていうのを見かけたんですよ。忘れちゃったんですけど。はい。ということで、やっぱサーバー戦争ね、違う、サーバー限定のこういう謎イベントがね、存在するっぽいので、ちょっと困っちゃいますね。はい。で、これ、この鍵で何やるのかがよくわかってないんだけど、宝箱を開くには60個の表の鍵を消消費する必要があり、すべての宝箱を開いた後、無料で更新することができます。で、無料更新回数。で、更新した方がいいのかどうかもわかんないけど、これはどういうことだ。秘密の鍵を消費して宝箱を開け、豊富なリワードを獲得できます。宝箱を開く同時にポイントを取得できます。ポイントが指定値に達すると対応するリワードが受領できますということで、開ければ開けるほどこの得点っていうのが溜まって、それに応じてのこの帝国コインとかキックバックが存在するということで、抽選によりレア宝箱、レジェンド宝箱、エピック宝箱が手に入りますよということと、その箱の中には、帝国コインが入っていて、資源24時間スピードアップ。まあまあなラインナップですね。で、レジェンド宝箱。資源箱プレミアムレア。えレア宝、資源箱プレミアムレア一緒か。オッケーオッケー。レジェンド宝箱、エピック宝箱。はい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 。なるほどね。なるほどね。はい、まあ、ガチャですね。60個支払うと、この中から1個選択をすることができますよ。で、そうすると、上のこの確率で3種類の宝箱が出ますよの、ここで1回ガチャ要素が、どれを選択するかのガチャ要素、宝箱が出てくるガチャ要素、で、宝箱を開けた時のガチャ要素っていうので、3段階のガチャ要素がありますよということ。で、結局、パーセントの割合は宝箱によって種類が違うんだけど、当たった時のコイン数が、そのエピック、より高い方がたくさんコインが返ってくる可能性がありますよ、みたいな話か。はい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 。で、この宝箱を更新することの意義は何があるんだろう。すべて開く540。まあ 9×6 で540ね。これ1日で何個集まったっけな。忘れちゃったな。これ、今全部やれる将軍10、100名の負傷者。今全部やれねえな。とりあえず、ちょっと1個開けてみるか。ほい。帝国コイン6、ポイント1。ポイント1しか入んないの？ 60 で1しか入んないの？これは何の宝箱だったのところで。色が違うのは何なの？わかんないな。帝国コイン6、ポイント1。え帝国コインがいきなり手に入るのはどういうことなの？レア宝箱だったっていうことだよね。だから10%だったってことなのかな。はい。よくわかんないですね。なんか金ピカ宝箱があります。更新はそのためかと。そういうこと。じゃあ、
私今6コインゲットしたんですけど、それは、レア宝箱の10.7なのか、レジェンド宝箱の42%なのかみたいなところで、これを更新するとエピックになる無料更新。これ毎日変わるのかな。あ、金ピカ出てきた。そういうことか。わかったわかった。なるほどね。ありがとうございます。で、これが金ピカ宝箱ですよということで、もうこの時点でガチャなんだ。はいはいはい。これがエピック宝箱だ。ここに出てくる可能性が、なので、これがエピックとレジェンドだから、もう基本的にエピックとレジェンドだけ選びましょうなんだ。はいはい。で、エピックを開こう。帝国コイン20ポイント1。なんかアイテム出るより帝国コイン出る方が嬉しいから、なんかいい感じなんだけど。エピック宝箱で、まあ、42%の、はい、20をきましたということで。なるほどね、なるほど。はい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 。まあ別に、レジェンドぐらいなら引いてやってもいいかなって感じだから、エピックとレジェンドだけ引いて更新をしていけばいいんだな。なるほどね。ゴールドだってかわいそう。はい、まあ、こんな感じでやっていくと、まあ、ここの秘密の鍵がもう1個もらえたり、キックバックありますよというので、今だけで32個手に入ったんだけど、540は無理ですね。おそらく。おそらく540は無理です。はい、おそらく金ピカのやつと銀色のやつだけを引いていくのがいいのかなと思われます。はい。で、この更新が、1日でリセットなのか、ゲーム、イベント期間通じて、で、全部開けたらもう開けられないのかがわからないな。怖えな。はい。これ、わかる方がいらっしゃったら、これ更新の期限あんのかな。無料更新回数はリセットされますか問題が存在するので、明日になって無料更新が3になってるかどうかをチェックしようかな。はい。ここで一回放置しようと思います。ただの後藤さん1日でした。ありがとうございます。なるほどね。だったらじゃあ更新しとくじゃん。毎日、更新して金ピカ引くチャレンジ。この32%かな？ 32% でレジェンドがエピック引けるんで32%を引く更新をしまくって、引きまくろうと。で、最終日、ストックしたやつを一気に放出して全部開きまくろうぜっていうことなんだろうね。で、ちょっと雰囲気、王権、ギリギリいけるかいけないかのうまいラインになってる気がしますね。はい、ちょっと運が良ければ王権交換できるので、頑張って狙おうねっていう感じだと思います。はい。交換チャンス30もあるんで、はい。王権が欲しい方とか、この城が欲しい方っていうのはね、結構いいイベントなのかもしれないな。はい。で、私多分、見逃しちゃった。メロコックさん、制約の件全然やってなかったので頑張ろうと思いました。部隊定員増員はそう。そう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 。今回のやつ、軍曹、部隊定員アップですよね、確か。こいつ、そこ制約が強いんだよな。軍曹じゃねえ。あれ軍曹が部隊定員10でしょ。メリス、メリサリーニだっけ。もうちょっともう名前覚えらんないよね。もうエルザにしか見えないからエルザでいいかな。そう、彼女もそう、部隊定員がついてる。そう、制約でね、上げると、結構ね、バフがかかるので、制約はね、やるといいですね。メルコックさん、かけらだよね、540。いや、そうそうそう、かけらです、かけら。はい、王権のかけらが手に入ります。ただ、無課金プレイヤーにとっては、いつもの文明ルーレットだと、1年半やって9個しか集まらないので、王権のかけらがね、手に入るタイミングすごく重要で、あとは文明の衝突かなでももらえるようになったんだっけな。はい、文明の衝突、今のところ文明のルーレット以外に新しく文明の衝突とこの埃まみれの宝箱ってやつかな。で、王権がね、もらえる機会が今増えてきてるっていうのはね、非常にいいことですね。はい。軍曹が覚醒スキルもバフしかない暴れ馬すぎるから制約で部隊規模つけてきましたね。そう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 。そんな感じですね。バフをクソ上げて、やっぱメリッサがね、デフォルトの、バフで部隊定員を上げるので、
メリッサね。はい。こういう、彼女がね、舞台定員を8%アップでしょ。あ、この辺では上がんないのか。ただ、そう、8%と制約でもね、ここで、5%上がって13%アップしてっていうね、もう一緒に使ってねっていうのめっちゃ書いてあるよな。えらい。メロコックさん、あとは同盟ボスかね、無料ガチャでもらえるな。同盟ボスはもらえるのはね、王権のかけらはもらえないですが、その王権シリーズをゲットできる可能性はな、そう、その通りです。まあ、ちなみに私はね、当然、フリーダム、なんだっけ。あれ、フリーダムスターだ。フリーダムスターをゲットしてね、征服シリーズでしたよ。はい、王権なんて引けませんでした。もうほんと、よくできてるよ。さあ、同盟研究するの忘れてた。やばい。こういうのね、だいたい食料使うやつやるから。本能寺さん、ますます上位陣の工場壁ラリーが脅威になりますね。そろそろ防衛側の対抗措置となる将軍が出てきそう。まあ、T1 防衛を打ち崩すために先に工場兵器をね、投げ払うっていうのが必要ですから、やっぱね、工場兵器がね、重要性高まってますからね、そりゃやっぱり工場兵器をね、上げていきますよね。いやまあ、基本的にゲームは緩やかにインフレしていくので、はい。緩やかじゃない感があるけどね。その他のところ、先ほどお話ししました英雄不滅がね、帰ってきましたということで、前回買って使ってない方、残っているかどうかっていったところをね、あの、サーバー戦争で出てくる、病院に出てくる蘇生マークのところから確認ができるようなので、サーバー戦争の時にはね、見ていただくといいのかなというところを、クレイジーエッグ1の忘れていた。お、今日は早かったな。はい。で、またね、週末限定幸運の対象が来てますということで、はい。これはね、活躍度145にしたら、コインが集まるのと、無料で最初にね、ここからゲットができるので、4回、スロット回すことができるよっていうイベントになっていますということで、はい。まあ、そんなにね、いいアイテムはないかなというところで、引き次第で、はい、お好きなものを交換するのがいいかなと思います。制約がね、もらえる、数少ない機会ではありますね。はい。あとは特筆言うことはないかなっていうところ、同盟対決戦がね、今サインアップ期間なので忘れずに申し込みましょうねぐらいだと思いますかね。はい。あと、もう一つ、さっきのクエスト系のやつで、これね、謎のイベント2。はい、これはね、このイベント期間、11日の、この長期イベント期間に、毎日あるやつなんですけど、このデイリークエストのやつがなんか増えましたね。活躍度が達する装備強化、アレースの血を80個消耗。アレースの血はね、ちょうど今担当感を上げようと思ってたから、誰上げようと思ってたんだっけ。スカデンベルグだっけ。射撃系と工場兵器の、スカデンベルグでいいや。あるよね。これで、1個上げると、はい。レベル1をね、ステージ1上げるのに80必要なんで、このデイリークエストのやつとぴったりなんですよということで、一気にやらずにね、ちょっとずつやるのをちょっとお勧めしますが、まあ、こんな感じで、この名誉ポイントがね、集まっていきますと、もうこれだけで43いっちゃって、50すぐいっちゃうんだけど、これどういうことなのかな、その後どうなるんだろうって感じがしていて、ちょっとやるか。装備強化1回、将軍強化1回だって。昨日だけでね、26いったから、今日52行くと思うんだよね。っていうので、彼女か。彼女を強化しよう。あー、5回やんないとクエスト達成しないな。これで、こっちも120超えたでしょ。将軍強化でしょ。あと装備の強化か。装備の強化なんかいらないやつを強化。
はいってやると、この名称ホールってやつね。はいはい。ああ、マックスになっちゃった。で、電用エピック歴史の名称の引換書のかけらが手に入りましたよ。で、おしまいじゃない私、これもしかして。レベルアップもチャレンジクエストもないよ。これ別にアレースの血使わなくてよかったんじゃない？アレースの血を使うとすぐに、クリアできますよ。そうじゃなくても別にデイリークエストでリセットされるからやれますよなのかな。これ明日になったら何か変わる？はい、なんというか、肩透かしを食らいました。ということで、このね、チャレンジクエスト別に、私はアレースの血を2日間やりましたけど、アレースの血を使うの使わずとも、クリアできそうな雰囲気がありますねっていうこと。まあ一応ね、アレースの地を使っても問題ないですということで、今ね、騎士の試練のイベント中です。ので、私ね、はい、昨日80、今日80ということで、160ポイントで、まあこれでね、4分の1、25%返ってくるので、まあ、別に損をしてるわけではないのですが、この名称ホールはどうやら多分期間中、なんか、アレス消費しなくてもレベル50いきそうな雰囲気してます。2日で終わりました。意味がなかったな。はい。で、まあ、王国補給所もいつも通り、ログインギフトもいつも通りということで、取り忘れがないように気をつけてくださいだと思います。からの、激特イベントは、一番最初にお伝えした通り、両方の同時還元ね、やったぜというところ。はい、次来るのは8月だと思いますが、また近くなったらね、予告しようかなと思ってます。はい。で、王のパーティーは途中触れた通り、スーパー強化ね、はい、とりあえず、本来であれば先週スーパー強化で今週が戦術研究だったんですけど、まあ、こんなね、先週そもそもスーパー強化スキップされたので、クソかって思ってたんですが、今週スーパー強化が来ました。はい、なので通常の流れに行くと、来週は、戦術来るはずです。戦術研究が来るはずです。さすがにもう2ヶ月ぐらい来てないので、来てほしいです。本能寺さん、名称ホールは50まで行くと終わりですね。前からあるイベントですが、日々の活躍だけでも50まで行くと思います。前からあるイベントなんですか？ですね、うちのサーバーは今回初めて来ました。初です。私見たことなかったので。ということで、他のサーバーで先行であったんですね。なるほど。はい。ということで、はい。今、はい。私も見てたんですけど、そう、レースの地位別使わなくても、日々の活躍度だけでも50までいくということなので、はい。てか、そもそもね、日々の活躍度をやる過程で、そう、自然に、レースの地以外は自然に全部達成できるようなね、内容だったので、はい。まあ、リワード配りシステムだと思います。で、RS の地のイベントも決めてますよ。あと、超お得な育成がね、帰ってきましたということで、はい、残念ながらお得な育成でしたね。真珠を育てても、ポイントはもらえません。ただ、まあ、ドラゴンはね、育成するいい機会だと思いますので、ドラゴンをね、ゴリゴリ育成しましょうというところ、はい、その他のところは特段ないかな、いつも通りのね、金枝のやつが来てます。私ね、前回、この特別なリワード当たったんですよ。これね、この100回やるとちゃんと天井でもらえるようにはなってるんですけど、そうじゃなくても確率でこの0.1%でね、この選んだアイテムをもらえることができるようにはなってますということで、私前回5000当たってめっちゃ嬉しかったです。はい。0.1%引きました。はい。まあ、今回はそうでもなかったですね。ということで、大丈夫。あと、ハンザ召喚ですね。これね、本当に忘れる人が続出しています。次回ね、木曜日に配信するときにもう一回言いますけれども、ハンザ召喚ね、残しとく意味がないので、特に今回ね、資源の消費還元タイミングなんで、しっかりね、計画的に使いましょうと。建設スピードアップのね、還元だからこっちを交換してもいいですし、まあそうで、資源が足りないよっていう方はね、この資源をね、交換してもいいので、はい、使い忘れがね、ないように気をつけてください。はい、あとは、文明の夜明けがね、また来ましたね。なんとなく、なんか絵の雰囲気が変わった気がなんかしてるんですけれども、まあ、中身のラインナップは変わってません。はい。いつも通りね、これもう闇市200個がめちゃくちゃきついので、ご利用は計画的にというか、
市場のレベルがね、35、36を超えたぐらいから、もう本当に、ゴールド交換とかはなくて、ジェム率がね、めちゃくちゃ上がっていくので、ここはね、計画的に、ジェムを使いすぎないように気をつけてもらえるのがいいかなというところです。一応ね、戦場の達人のかけらが10手に入りますが、まあ、戦場の達人はね、サーバーセンサーを頑張ってると、結構集まってきてたり、まあ、そもそもね、特性を全部マックスにするのって難しいので、ある程度集めたらね、なんか、急いで確保するものでもないなっていうところはあるので、はい、無理せずでいいんじゃないかなというふうに思っています。はい、なんかリワードが特別ね、いいわけでもないので、うん、そう、文明の焼けのリワード別に大したあれじゃないんですよね。私は一番左しか関係ないし、ってなると、なんというか、っていうラインナップなんで、はい。まあ、やれる範囲でね、無理なくやろうかなというところ。で、あのーこれさ、この凱旋の経典みたいなところで、まあ、トレジャーハンターはまあいつも通りだからいいんですけど、王の花道がね、今回来ましたね。王の花道って通常、月曜日始まりなんですよ。月曜日始まり、日曜日終了の7日間イベントになってて、通常はね、金曜日から軍隊の招集が始まってたんですけど、今回なぜか王の花道が最初に来たんですよね。で、気になるのは、王の花道が今来たけど、月曜から軍隊の招集来ますかっていうところが結構気になるところで、今回さ、せっかくの同時還元じゃないですか。資源とスピードアップ両方使えるっていうタイミングなんで、兵を増やしたいっていう人多分いると思うんですけど、なぜに怖いですよ。これは、なんでしょうね。わざと軍隊の招集を出さないで、軍を作らせない。もうみんな建設しろよみたいな、そういうメッセージなのどういうことみたいな。それとも、なんか、何かをミスって、軍隊の招集と王の花道出る順番、間違えましたかとかね。いや、そんなことないよなとは思うんだけど。はい。ね。なぜか王の花道が来てますが、軍隊の招集が月曜日から来るかどうかが気になりますね。はい。ちょっと意味がわからないなと思ってました。はい。まあ、いっか。王家を狙うイベント誘われてたんだ。はい。冬月さん、変わったといえばモンスターの声が実装されてちょっと楽しいですよね。ナイチンゲールがちょいセクシーでした。そうなんだ。普段音出さないからな。あ、あ、これ攻撃で選ばないと出てこないんだ。はい。今選べなかったけど、私さえ普段音を出してないんで、今ね、配信するときだけ、効果音をね、つけるようにしてるんですけれども、なので、モンスターにね、声が実装されたってのは聞いてたんですけど、ちょっと今聞いていこう。ウケる。あ、ノーマルモンスター喋んねんだ。ノーマルモンスター喋らん。似たようなモンスターの山、ちょっと違うんだな。はい。そうですね。なんか無駄に喋るようになったみたいですね。音声データ重い気がするけど、なんか魔女っぽくない掛け声だったな。えちょっと何言ってるかわかんなかったな。はい、謎に謎にモンスターがなんか発生するようになったみたいですね。そろそろ舞台戻そう。あ、ベヒーモスがいる。ええだーはい、謎です。なんで急に喋らす気になったんだろう。どういうことなんだろう。いや、とりあえず、マジで、冬月さんのナイチンゲールがちょいセクシーでした。マジで面白い。それちょっと次、あったら、そのタイミングだけ音有効にして聞こう。受ける。馬じゃん。へえ。いや、ちょっと、ベヒーモスおもろかったな。ギャーはい、不思議ですね。
はあ、犬っぽい。鳥はいるかい鳥。焼き鳥はいるかい？焼き鳥倒せないから残ってるでしょ、どっかに。焼き鳥とか、アミミットとか、ゴブリンはマリオとかキノピオみたいな声してんな。はい、これ謎ですね。でも、いや、ま、ちょっとは面白いけど、これ、いずれ飽きる気がするから、これなんで入れたな、なんなんだろうな。不思議だな。ゴブリンテンションおかしいですね。ゴブリン、今んとこ、ゴブリンいいですね、ゴブリン。なんか巨大シリーズがいないな。ゴーレムとか喋んのかなとか、アケロイドスとかみたいな、なんていうか、すごい期間限定イベントのやつはどうなんだろうとか、それこそあれじゃん、首取られちゃうやつ。スカルなんだっけ忘れちゃった。あいつは召喚しとくか。そろそろね、BOC だから、まあ、一回やめよう。ちょっと気が向いたらね、確認をしようと思います。そう、これ、本能じゃミュートでプレイしてるので全く気づきませんでした。月見さん、キングオブリまでついてて無駄感。いや、そう。これさ、気になるのは、サンタはレベル4サンタ、ゴンタとか喋るのかな？パンプキンのやつとか喋んのかな？ね、雪だるまとかね、言いましたけど、季節イベントものどうする気なんだろう。サンタが今んところ一番気になるな。どうするんだろう。これね、やり始めるとさ、全部やんなきゃいけなくなるから、なんか、やべえ、ベヒモス取られた。こうなんか、割に合わないと思うんだよね。すごい、疲れるだけの、今までなかったのにこれを要素プラスすると今後作るモンスター全部声入れなきゃいけなくなるっていう、結構あれな変更なんだけど、なんか、すげえな。なんか、何に力を入れるんだ、この方たちは。まあ、そういうね、何に力入れるんだ系の話いくと、アイコン詐欺をアイコン詐欺マジでさ、既存ユーザーに対しては詐欺行為だからマジでどうにかしてくれよって思うんだけどマジで。ねえ、パズル変わりましたかね？パズル変わりましたもしかして。絶対変わってないですよね。新しい国増えましたかね？増えてないですよね。全く。いやー、ちょっと、何ニーズだったんだろう。はい、まちょっとこれ、すごい途中で終わっちゃうけど、申し訳ないけど帰らせてもらおう。はい、ということで、ちょっと今日はね、いろんなイベントのところを見ていきましたが、はい、またね、まあ、折り返しを超えちゃうんですけど、来週の木曜日にね、ちょっと振り返りつつやっていこうかなとは思ってはいますが、とりあえずね、急ぎで、イベントのところを見ていきました。このリングウォーのところですかね。はい、このラインテンプルで引くところとかはまあ忘れないとは思うんですけど、まあ、このゲムラの伝説ね、交換のところがとても大事なので、はい、もう本当にこいつ貯めとくのがいいと思うので、忘れずにね、取りましょうというところですかね。はい。というところで、一通り喋るべきことは喋った気がするので、今日のところは、BOC があるので、そろそろ終了にしようかな。はい。アルティメット・ウォーということで、コンスタンティノーブルの戦いですね。はい。今回は、うちのサーバー22時開始なんですよ。はい。なので、22時開始なので、ちょっとね、ここで終了して、うちの同盟、今ね、BOC2 連敗していてね、ちょっとね、崖っぷちなんですよね。だから今日はちょっとね、ガチろうかなと思いまして、はい。配信はここでね、終了してやっていこうかなと思います。もっこさん、こんちゃらはごめんなさい。今ね、終わっちゃうとこなんだな。
はい。ということで、急ぎね、戦場用のシフトに変えていこう。あ、ちなみに、ジョージ・デューイさんが特性マックスになりました。わーい。はい、今までね、ずっとここの特性育ててる途中だったんですけど、今回でね、やっと木になりましたね。やったぜ。はい。で、しっかり技量も戦争用のやつに変えて、あれなんか実績ついてんぞ。なんだろう。実績がついてる。なんだなんだ理想の景観。さっきのやつね。はい、さっきのやつ交換すると、この繁栄のやつもつくみたいです。はい。いろんな面でおすすめですね。はい。ということで、あとエンブレムも設定をして、はい。防衛 PVP。防衛 OK。アイコンかっこいい。おめでとうございます。ありがとうございます。出遅れた。ちょっとイベントのところね、最初の方に説明してるので、よかったらご覧いただけたらと思います。はい。属性としても全部設定した。よし。あとはバフをつけたら OK ということで、さあ、戦場に行こうかなというところで、はい、今ちょっと準備しながらなっちゃいましたが、はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。今回ね、変則でしたし、次回もね、木曜日配信ということで変則になっちゃいますが、よろしくお願いします。早めにね、枠を立てて、なんというか混乱がないようにしようかなと思いますというところで、それでは戦場に行ってまいります。ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価していただけますと幸いです。また来週木曜日にお会いしましょう。おつじゃる様でした。